それでは空港に着いたので今から外に出ます。マイナス10度以上の世界です。うわ寒い、やばいやばいやばいすごいな。うわ寒い、すげえ。これがモスクワですか。うわそれでですね、先ほど中国南方航空で北京からモスクワに到着したところです。で今外に出ました。マイナスで10度以上でクソ寒い、 GoPro も固まっちゃうぐらいの気温なんですが、とりあえず今から空港からね、ホテルに行きます。で現地の、知り合いの方とね合流したんで、一緒にタクシーでまずホテルに一緒に、行きます。マジで心強い本当はね電車でも行けるんですけど、タクシーの方がいいということでアドバイスいただいたんでタクシーで行っちゃいます。とりあえず今からホテルに行って、今日はまあ飯食って終わりぐらいになると思いますが、とりあえず滞在の様子をねこの動画でとりあえずお届けしていきたいと思っております。はい、とりあえず移動します。とりあえず今配車アプリの車を呼んでもらったんでホテルに移動します。モスクワの市内中心に移動します。空港がすごい綺麗ですね。おしゃれで、今回ね出国はここじゃないんで、もうここに立ち寄ることはないんですけど、ちょっとね、今回は一瞬で通り過ぎますけど、また今度機会があれば来ようと思います。街に近づいてきました。見えるかな、大きなスーパーとかありますね。雪が予想以上に積もってます。それでですね、空港からタクシーで移動してきまして、ちょうど今後ろに見えてるこれですね、こちらのホテルに、今日から3日間、こちらで滞在します。で料金が1泊1万円ちょっとで朝食付きのホテルを取ってもらいました。ちょっと日本のクレジットカードで決済できないんで代わりに頼んだんですけど、今からチェックインしたいと思います。めちゃくちゃ寒い。ホテルの名前は北京ホテルといって、中国系のホテルみたいなんですけど、なんかロシアのこのモスクワの街の中には、社会主義共産主義系の国の都市名をホテルの名前にするっていう結構文化があるみたいで、ここはたまたま北京ホテルと言います。場所はねモスクワの結構一等地中心地にあるんでちょっと高いんですけど、今回取りました。あんま安いホテルないですね。ロシアもかなり値段が高くなっております。これが入り口ですね。だいぶ複雑な感じなんですけど、ということでチェックインの方完了いたしました。今回4階の部屋ですね。なんか中華っぽい感じも多少するんですけど、古いね結構歴史のあるホテルらしいです。ここは日本人で泊まってる人は多分ほとんどいないと思いますけど、今回4階の409号室ですね。エレベーターは結構新しい感じ。すごい雰囲気がありますね。天井がめっちゃ高い。ということでこちらですね、409入れます。ということで部屋に入りました。ちょっとこの後すぐ出かけるんでちょっとざっくり説明します。部屋はこんな感じ、縦長ですね。でソファーにもなるベッドにもなるみたいなやつと、あとはテーブルがあって、明かりがねちょっとだいぶ暗いですね。でこんな感じ、ペットボトルの水は1本ありますね。はい、景色はこんな感じ。これで1万2000円ぐらいはちょっと高いような気がしますけど、モスクワの中心部なんでしょうがないって感じですかね。でこっちがシャワールームとトイレですね。全部タオルとかもあるんで問題ないです。とりあえず部屋には入りましたけど、今言った通りですね、すぐにちょっと飯を食いに出かけるんで一旦部屋を出ます。それで今ホテルを出まして、目の前の広場にちょっと来てるんですけど、この後
一緒にですね知り合いの方と食事に行きます。ただこうクリスマスムードがもう全開でめちゃくちゃいい時期に来たなって感じですね。それでホテルに到着して今移動してきました。で目の前のこのキラキラ光ってるこれカフェなんですよ。風紫金カフェっていうお店で、今現地の人と、ここで最初のロシアの食事を食べようと思います。めちゃくちゃテンション上がっております。わすげえ。ここで食事する前にコートをね預けないといけないらしくて、ちょっといいレストランなんでそういうシステムみたいです。全部やってくれます。ということで地下でコートを預けました。早速なんですけど、今夜の食事は私の希望でボルシチを食べます。で、案内してくれてる方がビーフストロガノフもうまいって言われたんで、ボルシチとビーフストロガノフを今頼んでおります。すごいね、超おしゃれですよ。それでこちらがボルシチです。もう何年ぶりぐらいなんだろう食べるのは。でも地元のロシア料理では食べたけど、レストランでロシアで食べるってなるともうウラジオストクぶりですね。めちゃくちゃいい匂いするし、ちょっと食べます。ちょっとね店内が暗いんでGoPro でちょっと食べてるシーンは多分映らないと思うんで iPhone で撮ります。うわ超うまそう。ボルシチをね食べたことない人にどんな味がするのってよく聞かれるんですけど、目をつぶって食べたら普通にコンソメスープの味ですね。食べやすい。でこれなんだと思います？これ今聞いたら洋梨が入ってますね。なのでアクセントで味変するとか甘みを出すために入ってるみたいなんです。これ初めて見ましたね。本当に美味しい野菜スープっていう感じです。それで2品目のビーフストロガノフ、すげえうまそう。左はこれじゃがいもですね。ちょっと暗いんでちゃんと映ってるかわかんないですけど、こんな感じです。今日は空港に到着して市内に来てホテルに入って、で今軽くレストランに行ってきたんですけど、久しぶりに本場でボルシチ食べるとめちゃくちゃうまいですね。特に有名なレストランに外国人の観光客の人たちもよく行くと言われているレストランに連れてってもらったんですけど、美味しかったですね。ビーフストロガノフも、やっぱり現地の人の意見っていうのはすごい参考になるし助かりますね。それで明日以降なんですが、ロシアのねモスクワ市内中心に、定番のスポット行ってみたりとか、あと今、ね、世界中から経済制裁を受けていてどういう状況なのか、そういったものもねちょっと見ながら、過ごしていきたいなと思っております。今日はもうちょっと移動で疲れましたんで、明日ねまた朝から行動したいと思いますんで、一旦今日はこれで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。とりあえず今から朝食をこのホテルについておりますので食べに行こうと思います。でその後準備して出かけます。ということで朝食会場入りました。結構豪華です。何でもありますね。ヨーグルトとかもあるし、ロシア料理が多いですね。中結構広いです。朝ごはんこんな感じで持ってきました。なんかピロシキみたいのがありますね。これはチーズクロワッサン、あとソーセージとかじゃがいもとか。これ何だったっけな、昔食べたことあるな。ロシアの伝統的な料理なんですけど、クレープみたいなやつ、イクラとか入ってたりするやつなんですけど、これは何が入ってるか分かんないけど、あとサラミとかベーコンでレモンティーとオレンジ、リンゴジュース、ヨーグルト、いや十分ですね。あと2日、最終日はちょっと早く出るんで食べれないんですけど、明日も同じメニュー食べるんで早速飽きそうですよね。ハム、チーズ、パンはもうヨーロッパの朝ごはんの定番なんで。それじゃあいただきます。うまい。
生搾り感がある。ちょっとこのクレープみたいなやつ、名前ど忘れしちゃった。中にクリームチーズみたいなのが入ってる。甘いですね。これちょっとよくわかんない。これもなんか餅みたいなやつ。何なんだろうこれ。ヨーグルトみたいな味の甘い、なんかネチョネチョしたやつわかんないな。ということで、めちゃくちゃ寒くて雪も降ってるんですけど、本格的なモスクワ滞在を、始めたいと思います。今日はですね、昨日と同じく知り合いの方と一緒にド定番なスポットをですね、淡々と巡っていこうかなと思います。初めてのモスクワなんで、皆さんがよく行かれるようなところ、赤の広場、クレムリン、玉ねぎ協会、玉ねぎ頭の協会あの辺もちょっと見に行こうかなと思っております。で、美味しいものがあったら食べたり、お土産も買ったりとか、しようかなと思っております。はい、じゃあ行きましょう。ちなみに私がかぶってるこの帽子はロシアの伝統的な、ウシャンカという、帽子なんですけど、初めて実践的にマジで役に立ってます。しかもこのロシアの街で歩いててもね、違和感がないしてる人もかぶってる人もいるしね。これね、もう本当に5年前ぐらいにサハリンで買ったやつなんですけど、超あったかい馴染んでる街にようやく出番が来たって感じ。それでですね、こちらが地下鉄の駅なんですけども、横が劇場になってて、ホテルがあそこなんですけど、これから地下鉄で赤の広場、クレムリン方面に行ってみます。で、モスクワの地下鉄はね、もう結構芸術作品的な、綺麗な感じ、中のホームとかね、独特なんですよね。あとめちゃくちゃ深いところに走ってて、イスラエルみたいな感じですね。核シェルター扱いになってるんですよね。その様子とかもちょっとお見せしたいと思います。すごいですよね。ロシアのモスクワの地下鉄は結構観光名所みたいになってますから。今メトロのオフィシャルショップがちょうど駅のとこにあったんで、ここでチャージ式のカードを買おうと思います。120ルーブルということで IC カードを買いました。今から駅でねチャージします。それではちょっとチャージをしてみます。ちょっとやり方よくわかんないんですけど、とりあえず200ルーブル今チャージをしました。端末はね英語ないです。全部ロシア語だけなんで、今フォローしてもらいながらやっております。一応なんかレシートが出ますね。はい、とりあえずチャージしたんで乗れます。それじゃあ改札入ります。ビザタッチだったらいいんだけどね、多分できるんですよビザタッチだけど、経済制裁でクレカ使えないんで。で、地下鉄メトロの料金はどこまで乗っても54ルーブルです。一駅で降りようが終点まで乗ろうが同じ料金ですね。で、あと皆さんに見ていただきたいのが、この地下深くまでのエスカレーター、速度もねタイの BTS 並みに速いんですけど、すごいですよ。で、このエスカレーターの一番下のところにブースがあって人がいるんですよ。なんであそこに人がいるかっていうと、たまにね転げ落ちてく人がいるらしくて、そうなっちゃうと止める人がいないと大怪我するっていうことでボタンをね、ストップボタンを押すだけの仕事の人が到着口にいますって聞きました。あとはモスクワの地下鉄かなり古い車両を使ってて、音が爆音です。中で喋ったりすることができないぐらいの音なんで、実際昨日私乗ったんですけど、すごいもう音が聞こえてますね。で、今到着口のところに人がいるので、この人はずっと監視してるだけの、仕事らしいです。あとここの扉が全部閉まって完全に密閉空間にして、核爆弾が落ちても放射能が入ってこないように、ここで皆さんね避難場所になってるということで、すごいですよねこの広さこれはすごいよ。上にもなんかねタイルのアートがありますし、星がよくありますね。社会主義の国が大好きな星が散りばめられてますね。これも今同行者の方に伺った情報なんですけど、電光掲示板があって、メトロはね
ダイヤ決まってないんですよ。ただ40秒に1本とか1分に1本とかで決めて走ってて、運転手さんがそれを見ながら走ってるそうです。出るときはタッチしなくてもこのまま出るだけですね。でこれからクレムリン、これから赤の広場とか行くんですけど、目の前に見えてるこの立派なこれホテルらしくて、メトロポールホテルっていうらしいんですよね。でこれ親ロシア派で有名な鈴木宗男さんが泊まってたホテルだそうです。それでこちらが有名な場所なんですけども、無名戦士の墓で、この炎がもうずっとね一回も途切れることなく火が出てるっていうので、これ兵隊さん2人が守っているということで、今全然人いないんですけど、結構いつも混んでるみたいで、俺も知ってました、この場所は。でこの火がずっと24時間365日1年中ついてるそうです。で横にいる兵隊さんたちは1ミリも動いちゃいけないっていう命令を受けてるらしくて、どんなことがあっても動かないらしいですね。本当に動いてないです。ちょうど今から交代式でした。見てきます。それでは今から赤の広場に、向かいます。マジで雪がねすごいもう凍結してて超歩きにくいんで、ブーツとか持ってきた方が絶対いいですね。ということで人生初の赤の広場に来ました。今ねクリスマスシーズンということで、クリスマスのいろいろ屋台みたいなの出てますけど、本当はここ何にもないパレードね、軍事パレードやるような広場で誰でも入ることができます。すごいね。で今から行きますけど、奥に玉ねぎ協会、玉ねぎ頭のとか、あれがレーニン廟といってレーニンがホルマリン漬けで死体がね今でも、安置されてて誰でも入ることできるんですけど、撮影ができないんでちょっと動画では紹介できないです。で先ほど言ったレーニン廟の真裏、このなんだろうな、茶色というかオレンジ色の壁の向こうの黄色い建物でドームがあって旗が立ってるところが大統領府で、下のところにプーチンさんの執務室があるということで、彼はここにいないらしいんですけどね、離れたところで隠れてるらしいんですけど、今世界の敵になってるプーチンさんのいわゆる家ですよね。あとですね、YouTube で言ってる人いないと思いますが、今この辺ねウクライナからドローン攻撃のために電波妨害を実施しているということで GPS ほとんど機能しません。でさっき言った執務室がドームのところですね、あそこの旗の真上ぐらいで爆弾ドローンが今年ですね爆発したということで、ここのピンポイントでね狙ってウクライナから攻撃が来てる場所に私は目の前に今います。今回はちょっと中には入らないんですけど、こちらレーニン廟ですね、中にレーニンさんが安置されている場所です。それで先ほどから私が玉ねぎと言ってるワシリ聖堂という、皆さん大体見たことあるでしょう。ロシアの調べると一番有名な、教会ですね。これは見たかったです、生で。あんまり僕は宗教のこととか歴史のこと全然興味ないんで、解説とかも全然しないし、皆さんもあんま望んでないのは分かってるんですけど、これだけはちょっとね見たかったんで、このクレムリンのエリアのところで一番みんな来る場所ですよね。で奥がグム百貨店、国営の高級デパート、それもちょっと後で行ってみようかなと思いますが、これはすごいね。
よかった、見れて。せっかくヨーロッパにいるんで、このクリスマス前のクリスマスマーケット、雰囲気ちょっと見ておきます。何分ね、足元が悪くて滑りそう変わらないですね、他のヨーロッパの売ってるものとか、なんか雰囲気が。これホットドッグとかホットワイン系ですかね。クリスマスマーケットでも大量のマート上しか売っております。すごいね。それでは真横にあるグム百貨店、国営の高級デパート、ちょっと見るだけ見に行ってみます。それではちょっと来てみたかったグム百貨店、念願っちゃ念願なんですけど、ちょっと入ってみます。私がねこう高級なもの買える身分じゃないんで見るだけですけどね。一応経済制裁は食らってるんだけど、商品ありますね。バーバリーとかどうやって輸入してんだろう。百貨店の中ももうクリスマスもう一色ですね。あそこに書いてありますけど、1893年創業のグム百貨店です。結局クリスマス系ばっかですね。もう一色全部クリスマスだ。クリスマスツリーにつける飾り付けのものがいっぱい売ってますね。ロシアといえばキャビアですよね。キャビア売っております。結構するね。一番安いやつでも6513ルーブルかける 1.6、1万2000円とか。でも5000のやつもあるな。これすごいね。これ持って帰れないけど、あとこれ鮭のサーモンのやつですね。これ普通のイカ。これは安い。安いって言っても3000円ぐらいで、今いろいろ教えてもらったんですけど、今ロシアはねシャンパンをすごい作ってるみたいで力入れてるらしいんですよね。この辺もワインとシャンパンばっかなんですけど、特にシャンパンがいいみたいですね。あとはウォッカなんですけど、このベルーガっていうブランドのこれが一番おすすめらしいですね。ちょっと自分お酒飲めない上にウォッカの味も分かんないんで、何にもちょっとアドバイス的なことはできないんですが、意外と安い。このお土産用のこれバイカル湖の名前がついてるやつですねのオリジナルウォッカって書いてあるんですけど、482ルーブルなんで1000円ぐらいですよ。1本結構上等な入れ物に入って、ちょっと持ち帰れないですけどね。それで今こちらがモスクワの地下鉄、メトロの環状線ですね。いわゆる山手線であったり名古屋の名城線みたいな、名古屋の名城線の方が例えがいいですかね。地下で環状になってるので、一番古い地下鉄になります。で車両は新しいんですよね。でそれを教えてもらって、駅が素晴らしいよということで見に来ました。特別ねモスクワで観光することが興味なくても地下鉄乗ったりしてるだけで結構すごいですよ。時間潰しになりますね。この後環状線乗るんですが、ちょっと一本見送って新型車両を取っときます。これ新しいやつですね。これがロシアの地下鉄で一番新しい車両ですね。戦争中にできたやつなんで、シーメンスとかに頼らずに自分たちで作ったっていうのが誇りみたいですね。外資に頼まずに。これが新型車両ですね。乗り込みました。それでこちらの新型車両にはなんとこのね横並びのロングシートでも USB ついてるんですよね。すごくないですか。あとはこの環状線の地下鉄にはフリー Wi-Fi、公共 Wi-Fi がついてます。
だから電源もあるし Wi-Fi もあるんですごいですよね。それでこの日のお昼はモスクワ市内にある元丸亀うどんだったお店に行きました。今偽物のね丸亀うどんとして営業してるんですが、経済制裁の影響でフランチャイズ契約が切れてしまって元祖の丸亀うどんではなくなってしまったんですが、丸という名前でうどん屋が残っております。そこに食べに行ってみました。うどんがねもうあらかじめずっと置かれてて干からびてる感じなんですよね。うどん大好き。一応揚げ物とかもあるんで何個か食べますか。ということでお店入りまして、今注文しました温玉うどん。サイズは並しかなかった気がする。でカニカマ天とチキンカツでおにぎりで偽物のスプライトで、これで730ルーブルで今計算したら日本円だと1100円ぐらいですね。まあ外国で食べる日本食としてはそんな高くないけど、本物の丸亀じゃないんで、ただね器がねもう丸亀のやつなんですよこれ。だからこれはどうなのかな、もう契約切れてて丸亀じゃないけど丸亀のお皿使ってるって感じですかね。それではモスクワで偽物丸亀食べます。これねちょっとね、私は忖度しないから言うけどクソまずいです。うどんがまずねもううどんじゃないわこれ。もうなんか団子みたいな伸びきっちゃってるやつですね。スープはそこまで超まずいわけではないけど、すごくぬるいですし、おにぎりツナマヨみたいだけどちょっと違う。あと変な匂いがしますでもどうしても食べたくなったら来るのもありなのかもしれないけど、ちょっとネタ的に面白いなと思ったんで偽物丸亀で、大体どの国行っても本物の丸亀が今海外いろんなところにあるんじゃないですか。経済制裁でブランドをね掲げれなくなってもやってるっていうところがで、しかもそのまま丸亀のお皿とか使ってるんで、気になる方は来てみるといいと思います。ということで偽物の丸亀うどん食べました。で今からちょっとコーヒー飲みたいなと思って、で近くに偽物のマクドナルドがあるんですよ。マクドナルドもね同じく経済制裁によってフランチャイズ契約切れて偽物マックとしてまだそのまま営業してるんですよね。そこでちょっとマックカフェでコーヒー飲みます。ちょっと移動します。それで偽物丸亀から歩いて、2分ぐらいの場所ですね。こちら偽物マクドナルドです。マックのねマークはちょっと微妙になんかモスバーガーみたいになってて、でこれもともとマクドナルドだったらしいんですよね。で今なんか側だけ変わったみたいなやつです。これ本当にね街中にいっぱいあります。これもう何回か見たんですけど初めてちょっと入ってみます。はい、これ一緒ですねマックのやつと。一応ね中国語もあるしイングリッシュありますね。日本語はない。で中でコーヒーだけですねとりあえず頼むのは。ただビッグマックみたいのもあるんでちょっとバーガー見てみますか。どれがいいんだろうな。チキンバーガーとかパイとかも思いっきりもうマックの感じのやつですね。ホットドリンクはコーヒーとかエスプレッソ、アールグレイ、ブラックティー、グリーンティー、メニュー少なめですね。コーヒーにしましょう。ミディアム。それで偽物マック入りまして、コーヒーだけなんですけど頼みました。M サイズで95か90かぐらいの値段でしたけどこのデザインがモスバーガーとマクドナルドを混ぜたような感じで面白いですね。いやいいですね。コーヒーなみなみ熱々の入ってるんでケチ臭くなくていいです。意外とねコーヒーうまい。しみるね。
外がめちゃ寒いからうまいわ。あとね、お店がめちゃくちゃ混んでる。今2階に来てるんだけどほぼ満席。みんなね、もう巨大なビッグマック食らいついてますよ。真横の人たちも。ポテトとかは若干違いますね、マックと。頼んでないんでね、ちょっと皆さんに見せれないんですけど、もうお腹いっぱいで、ちょっと日本やっぱりマクドナルドとちょっとは違う、ビッグマックの箱とかそのままだと思いますけどね。それで今いる駅が、サンクトペテルブルグ、行きのね、新幹線サプ3号っていうのがあるんですよ。ロシアの新幹線。そちらの列車が発着しているターミナル駅の、地下鉄の駅です。この駅の一番いい景色が見れる場所がここらしいので今見てますが、階段の真ん中ぐらいで上を見上げるとこのアート的な、シャンデリアとか綺麗に見えるらしいですね。絶景です。もうすごいね、金かけて作ってる感じが。このソ連時代の駅ですけど素晴らしいです。感動しますね。ほんと下手な博物館とか行くより全然ありだと思いますね。それで今地下鉄で移動してきて、お土産市場、観光客がよく来るところに案内してもらってきてますけど、とにかく寒い。新しいウシャンカが欲しいです。結構探してるんですけど、ここでウシャンカを買うことにしました。このおじいさんに今、ね、安くしてもらったんですけど最初ね5000って言ったんですよ。1個5000が1500になりました。はい、このタイプ買いました。プレゼントNo, 1000. 1000? No. なんか紐振り回してなんか威圧してくるんですけどめっちゃ威圧してくるこのおじじいわあ、危ないやばい。グッバイバイバイ。ちょっとお土産でマトリョーシカを買おうかなと思ってますけど、おばちゃんがね、もうマトリョーシカ愛がすごくて熱弁しています。なんか中に入ってるちっちゃいマトリョーシカの数によって結構値段が違うんですけど、グム百貨店だとねめちゃ高かったんですよ。あの辺だと。ここだとね、この辺150ですね。そうクリスマスマーケットで売ってるやつは8000とかでしたからね。どんだけ値段が違うんだって感じなんですが、ということでマトリョーシカ買いました。自分用も1個買ったんですけど、ちょっと欲しい人がいるんで買ってきました。全部でね800だったんですけど、最終的に700にしてくれました。それでですね、今市場でこのタイプのウシャンカ買いました。超嬉しい満足しました。で今から、夕食を食べにですね、北朝鮮レストランに行こうと思います。モスクワにもあるんですよね。今回のモスクワ滞在で結構楽しみにしてた一つなんですけど、北朝鮮レストラン行きます。それで今から北朝鮮レストランに向かうんですけど、先ほどね地下鉄の環状線乗ったんですよね。で今からその外をねもう一周走ってる地上を走る列車の環状線があるんですよ。まさしく山手線なんですけど、それがね結構面白いということで今から乗っていきます。でロシアの鉄道特急列車とかにね名称が付けられてて、明日自分が乗る、新幹線もサプ3号って言って、いわゆるはやぶさなんですよ。日本でも新幹線はやぶさってありますよね。で今から乗るやつは近郊の普通列車ですけど、ツバメっていう名前がついてる列車です。それではツバメという列車に乗ります。思ったより電車の中広くて綺麗で静かですね。新幹線みたいに2列3列の配列で広いっすわ。線路の規格はロシア規格なんですよね。すごい結構最新って感じ。近郊の普通列車ね、通勤電車なのに広いですね。テーブルもついてるし、これが今環状線走ってるけど、中距離の地方に行く列車としてもこのツバメの車両使われるみたいですね。
ということでこちら北朝鮮レストランですね。でこの地下が、お店みたいでもちろん初めてなんですけどなんかね評判めちゃくちゃ良くて、基本的に北朝鮮レストランって高め設定なんですよね。この地域のレストランに比べると。ここはなんかねローカルレストランより安いらしいんですよ。でサービスも良くて結構味もいいっていうことで教えてもらって今一緒に来ましたんで、久しぶりの、北朝鮮レストラン将軍様に敬意を払って食べたいと思います。ガラガラですかね。ということで北朝鮮レストラン入りました。ちょっとこんな感じでついたてで見えないんですが、今ねいろいろ頼んでしまいまして、平壌冷麺とかビビンバ、あとユッケも頼みました。今ね一緒にいる方が今日一日僕のガイドしてくれたんで、僕がご馳走するということで来たんですが、なんとねこの一緒に来てるこの人はもう常連で、ここのお店の人に顔を覚えられてるらしくて、北朝鮮レストラン常連の人初めて見ましたね。こういった牛焼肉とかもあって、そんな高くない、でも1000円ぐらいですね一品。そんなに高くないですね。今まで行ってきた中で一番安いかもしれないですね。で質もいいって聞いたんで、メニューもめちゃ多いし全部写真付きですね。これポッサムとかあるし、チヂミもこんな種類あるし、あとあれもありますね。これ何だったっけ、スンデ俺が好きじゃないやつ、はい、で冷麺もねいろいろありまして素晴らしいですね。あと豚キムチチゲも頼みました。でドリンクもコーラが1リットルで390なんで、500円ちょい安くないですか。1リットルで500円だったらそんな感じですかね。ちなみにですね、ちょうど私たちのいるブースの真横に999って書いてある部屋がありますよね。これね秘密の隠れ部屋で、今聞いたらこの大使館の人たち、北朝鮮のスタッフの人たちが使ってる部屋で、こうパッと見分かんない壁と同じ風にしててすごくないですかそれでいわゆるこれがバンチャンですね。豆大根ナムルみたいなやつと、これ多分卵かな。で経済制裁を受けててコカ・コーラがね作ることができなくなったロシアなんですけど、ちゃんとありますね。ロシアは今偽物のコカ・コーラとか作ってるんですけど、でもスーパー行くと輸入品のコカ・コーラ売ってたりする場合が結構多くて、今ね教えてもらったんですけど、これカザフスタンのコーラを輸入してきてるみたいですね。だから普通に飲食店でコカ・コーラありますね。で1リットルで今2人でシェアして飲んでも500円ぐらいなんで安くないですかね。だいぶ安いと思いますよ。飲食店で普通1杯500円ぐらいしますからね。2ヶ月ぶりぐらいの平壌冷麺ですね。ラオスの北朝鮮レストラン食べましたが、はるかにねこちらのモスクワの北朝鮮レストランの方がスタッフさんの対応いいです。全然なんかケチケチしないのと、対応がちゃんとレストランでのお客さんへの対応をしっかりやってくれてるって感じですね。向こうはもうラオスの時はもうイライラしたんですけど偉そうで今この平壌冷麺来ました。スモールサイズですけど結構そこそこ量ありますね。結構ねいろいろ頼んだんで今日は贅沢します。これが牛肉のいわゆる焼肉なんですけど、もう最初から炒められたやつですね。でこれが豚キムチチゲ、それでこちらユッケなんですけど、盛り付けてある状態からですね、今スタッフの人が混ぜてくれたんでちょっともうくしゃくしゃになっちゃったんですけど、これすごい量ありますね。こんな山盛りだとは思わなかった。それじゃあ北朝鮮レストランいただきます。今日はいいですよ。全然監視されないし、写真も動画撮っててもね今これ見られたんですけど何にも言ってこなかったです。ちょっと熱い出来たてを食べよう。これ牛肉、これが北朝鮮式の豚キムチチゲ。ちょっとやっぱ色が違う気がする。濃厚な感じですね、韓国のやつより。うまい。若干甘めな感じですね。でもちょっと辛いのもきますけど。でこれが平壌冷麺。まずはスープ。平壌冷麺うまい。それで今北朝鮮レストラン出たんですけど、近くにあった巨大スーパー来てますが、食べ物、食材もう何でもあります。で全然ね経済制裁を
なんか日本では今ロシアが結構ダメージを受けてるみたいなこと結構報道されてると思いますが、全然ねそういったことで困ってる、患者住んでる人たちも感じてないというふうに言ってました。正直言うとだからあんま効果がないみたいですね。こんだけ物も十分あるし物価もそんなにすごい高くなってるわけでもないと、何でもありますね。ということでホテルに戻ってきました。今日は一日ですね、モスクワ市内を、動き回りまして結構疲れたんですが、だいぶモスクワ慣れてきたというか、ね、重要なポイントをしっかりと回って見ることもできたんで大満足です。経済制裁をね受けてるという状況下で、しかも戦争中の国なんですけど、食料とか、そういったものかなり充実してあります。で日本のねメディアでは結構ロシアがもう経済制裁が効いてきてきついっていう風に報道されて耳にした人もいると思うんです。僕もそう思ってました。ただねロシアに住んでる今日も一緒に行動した人の話を聞くと、ほぼ一般生活に影響出てないそうです。でそういう風にね、僕は日本国民ですし、日本の国益最優先だと思ってますけど、真実を言うとやっぱりあんまり聞いてないと。困ってる部分ももちろんあるとは思うんだけどね。で生活が困窮してるみたいなことを言ってる人もいるけど、多分そうではないんだろうなっていうふうに自分もちょっと受け取りましたね。物も溢れてるし、食べ物もいっぱいあるし、値段もそんなになんかすごいおかしくなってるわけでもないし、でもともとロシアは石油取れるし、だからなんかね思ったよりも皆さん豊かな生活をしてるなっていうふうに見受けられましたね。その辺も意外だったかな。でかといってドローン攻撃があったような場所とかでも普通に営業してて、クレムリンの中入ってみたりとかできる状態っていうのも今日見てねすごいなっていうふうに思いました。で外国人も一応ウェルカムな状態で、8000円のビザ代が欲しいのかは分かんないんですけど、今回私は払いましたけど、だからそういう感じでやってるんだなっていうふうに、それがいい悪いとかなんか極論言う人いるかもしれないけど、ちょっとそういうのはちょっと置いといて、普通に国としてね回ってんだなっていうふうに思いましたね。であんまりその戦争で暗い雰囲気とかいうのもあんま僕的には感じられなかったかな。そんな感想です。とりあえず今日はもうこれで寝ます。おやすみなさい。それでですね、翌日になりました。で今ホテルの近くにあるね偽物のスターバックスこれなんですけど、今ここで今回ねモスクワ滞在中にお世話になってる人と一緒にコーヒー飲んで喋ってたんですけど、でもう日が暮れちゃって、もう今夜です。でこの後最後に晩飯をね食いに行くんですけど、その前にちょっとねモスクワの中で走ってるトラムにちょっと一回乗っときたいなと思って一緒にトラムをね乗りに行ってから飯食って、もう今日モスクワ滞在これで終わりということで、前回言ったと思いますけど明日ねサンクトペテルブルクの方に移動するんで、最後のモスクワをちょっと過ごそうと思います。ちなみに偽物のスターバックスはスターコーヒーという名前でこんな感じなんですよね。さっきね日本のね戦場のメリークリスマスが流れててなんだこれはと思いましたけど、ロシアなのに日本のクリスマスの曲が流れてました。それで今からですね、先ほど言った通りモスクワ市内を走るトラムに乗ってみます。これめちゃくちゃかっこいいんですね。今来ましたけど、なんかワールドカップの時に整備された新しい車両らしくて、いわゆるヨーロッパで走ってる最新のやつみたいな床が低いやつですね。すごい独特な後ろの、この後乗りますね。一回これは見送ります。すごい自分でこの道を挟んで乗るタイプなんですね。ホームがあるわけではない。すごい混んでる。よいしょ。すごいなんかいろんなところに LED がついててカラフルに点滅してますね。それ
れでですね、今乗ったトラムが全然動かなくて、で今聞いた話だと事故とかがあるともうずっと止まるみたいなんですよね。で次の駅で降りて歩いた方が早いんで、今からレストランに行くんですけど降りようと思います。これ結構ねモスクワのトラムあるあるらしいですね。なんか全然こうルールがちゃんと決まってないのか事故ったりすると警察が来るまでずっと待ってないといけないから、何のお客さんにも連絡もなくずっと止まるみたいなんで、モスクワ最後の食事はこちらのウクライナ料理のレストランは今から行くことになりまして、食べたいと思います。めちゃくちゃ寒くて口が回っておりません。入ります。皆さんウクライナの民族衣装を着ています。すごいおしゃれな可愛らしい店ですね。すごい。ということで今回いろいろ注文をしたんですけど、全部お任せにしたのであんまりよく分かってないんですけど、ボルシチとかウクライナ料理を頼んでもらいました。ウクライナ料理とロシア料理は似ててかなり近いものがあるみたいなんで、私食べたことないですね、今まで人生で。多分ウクライナ料理は。それでですね、今これは炭酸水なんですけど、このショットのやつ、これ僕の希望でロシアにいる時に一回ウォッカを飲んでみたいっていうのをちょっと僕は言ってたんですよね。そしたら用意していただきました。でベルーガでしたっけ、ベルーガっていう一番美味しいと言われてる、ロシアの中でも高級なウォッカですね。これ1杯いくらぐらいするんですか？1杯400ルーブルぐらいらしいんですよ、この量で。めちゃ高いですよね。高級ウォッカを頼んでいただきました。ちょっとこれを飲みたいと思います。まず最初に。ちなみに超久しぶりにウォッカなんか飲みます20歳ぐらい、20代前半クラブで飲んだ以来だと思います。いただきます。もう一気にいった方がいいですよね。すごいですね。でもカーってなるけどさらっとしてる感じがある。今お通しみたいな感じでパンが渡されたんですけど、これがウクライナの料理のサラってやつで、豚の油、いろいろ調味料が入ってると思うんですけど、これをパンに塗って食べる、マーガリンみたいな使い方だと思うんですけど、豚の油なんですよね。そんなの初めて食べるな。いただきます。黒パンですね。うまい。やっぱり肉感ありますね、ちょっとね、風味が。それで次はボルシチですね。先日も食べました。これウクライナ風のボルシチということで、なんかちょっと味が違うみたいです。でこれサワークリームで、またパンが来ましたね。でもこれ多分ピロシキですね。肉ピロシキちょっと注文してもらったんですけど、であと水餃子、うまそうです。ウクライナ風ボルシチ。これはこれでうまいって感じですけど、何なんだろうな。なんかね、ちょっとトマトテイストな感じもするんですけど、色がトマト入ってるな、多分。美味しい。なんかやっぱなんて表現したらいいんだろう。ロシアのボルシチよりもより洋風な感じの味がする。これうまい。これピロシキですね。かなりちっちゃい。肉のミンチがいっぱい入ってる。それでこちらニシンとじゃがいもで、日本でもおなじみイクラですね。これ食べたかったんですよね。イクラです。うまそう。いただきます。すごい塩気ですけどうまい。ちょっといろいろ料理がたくさんあるんですけど、これがウクライナのキエフ風カツレツ、鶏肉なんですけどね、もうなんか十分もうお腹いっぱいになってきてたんですけど、この最後破壊力がすごくて超うまそう。
めちゃくちゃ揚げたてできました。超うまそう。でかい。うわすごい、肉汁が超浮き出てきましたね。うわすごい。こんな感じ。なんかチーズとかめちゃバターの匂いしますね。バターか、これバターが飛び出てきてますね。いただきます。あ、思いのほか揚げたてすぎて熱いですけど、鶏ミンチですね。なんだろうな、日本のメンチカツの洋風な味さっぱりしてますよ、結構うまいです。ということでウクライナロシア料理、食べて大満足いたしました。もう最初にねウォッカで大ダメージを受けてこの後ね真剣にまともに動画を撮れない気がしてきたんで、ここでちょっと締めのコメントということで、何度も言ってますけど明日ですね、早朝なんですけども、こちらのモスクワを去ってサンクトペテルブルクの方に移動していきます。その動画を次回お届けしようと思いますので、今回3日間、最初は到着日、もう夜だったんで、事実上2日ぐらいにはなるんですけども、モスクワ初めて滞在して、いろいろ案内もしてもらって美味しいものも食べたし、自分が今回初めてモスクワに来て、こう先ほども言ったかもしれないけど戦時中の国でいろいろ諸問題はあるかもしれませんけど、街の人たちはね本当に普通に生活してる。で何にも悲壮感だとかなんか困窮してるとかっていうのは僕は一度も感じられなかったです。このモスクワで人が多くて豊かなところだっていうのも多分あるかもしれないですけど、みんな親切ですしニコニコしてるし物は溢れてるしっていう感じで、あと乗り物とかもすごい発達してて、いろいろ、ね、さっきもトラム乗りましたけど楽しかったですね。地下鉄とかももう芸術作品みたいですし、個人的に今おすすめですのでちょっと言うのやめときますけど、今回自分が滞在してすごく良かったなと思いました。引き続きまだロシア編続くので見てください。ご視聴ありがとうございました。それでは。